ローキックをもらわないために最も基本となるポジション取りをご紹介していきたいと思います。普通に軸足ここに置いて蹴る場合、背側のローキックだったらこのままい、すねのローだったらこのままいって形で、こういった適した距離っていうのが決まってきます。こんにちは、空手家小です。今回はデビュー当時、ローキックでボッコボコ蹴られて毎回大会後に歩けなくなっていた僕が、ローを効かされなくなった大きな理由と、その方法、そして具体的な使い方について、解説していきたいと思います。ちなみにフルコンタクト空手はルール上ローキックを有効的に使う選手が多く、いつもローキックを効かされてしまいますとか、ローがうまくブロックできないですとか、これでどうすればいいですかみたいな感じで質問を、よく受けるんですが、こういう質問される方に結構な割合で共通する特徴があるんですが、これ皆さんって分かりますかね。正直昔の僕もそうだったんですが、今回はそんな、ローキックを、蹴られる人に共通している特徴なども含めて、ローを効かされないために大切なことを解説していきたいと思いますので、もうローキックを効かされたくないとか、どうすれば蹴られたく、なくなるのか知りたいという方はぜひ最後までご覧ください。このチャンネルでは見れば 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していますが、僕が運営する、空手家高傑のオンライン教室では、YouTube では明かせない試合で勝つためのマル秘技術から、僕が現役の頃に大切していた、知識や、身体操作はもちろん、所属メンバーからの質問に僕が本気で、動画解説、で回答するコーナーなど、フルコンタクト空手で強くなるための情報を惜しみなく公開していますので、本当に強くなりたい、悩みを解決したい、そんな方は動画概要欄から、空手家高傑のオンライン教室をぜひチェックしてみてください。では今からローキックを効かされなくなる方法を解説していきたいと思いますが、先ほどちらっとお話したいつもローキックを効かされてしまいますとか、ローがうまくブロックできないんです、どうすればいいですかと質問してくる人たちの共通の、特徴なんですが、これほとんどの方が、なぜ自分はローキックを受けられないのか、どうすれば受けられるようになるのかといったように、ローを蹴ってきた相手に、どう対処するのかとか、なんですかね、その蹴られた後の対処方法の技術のことばっかり考えてしまっているっていう共通点があります。これもちろん蹴ってきたローに対して、ブロックするなどは大切な技術なんですが、特にトップレベルの選手は基本的にこう自爆しないために、蹴りが当たる状況を作ってから蹴るっていうのが基本なので、レベルが高い相手なら、相手に、蹴り始められてしまった時点でもうほぼほぼ、なんですかね、かわせない状況になっているっていう可能性がかなり高いんです。なので、僕が聞かされなくなったのは、実はそのブロック技術を磨いたわけではなく、ブロックはもう最終手段の一つというぐらいの位置づけにして違う技術を磨くようになっていったからなんです。ちなみにその技術っていうのが、どういうものかっていうと、基本的に一言で言うとローをもらわない技術になります。今からは、僕がブロックよりも大切に、していた、ローキックをもらわないを実現するために必要となる、相手が蹴りを出す前にしておかなければいけないこと、それの具体的な方法をお伝えしたいと思います。今回ご紹介したいローキックをもらわないために相手が蹴りを出す前にしておかなければいけないこと、大切な方法を3つ、ご紹介します。1つ目がポジション取り、2つ目が相手の重心コントロール、そして3つ目が足の形が変化させられる状態の維持です。これそれぞれめちゃくちゃ大切で、できるようになれば相手のローキックがなんですかね、相手がローキックを得意な選手ほど、組み手が楽という状態になれるので、ぜひ全てをマスターしてほしいんですが、全て紹介しているとちょっと長くなってしまうので、今回はそのうちの一つであるローキックをもらわないために最も基本となるポジション取りをご紹介していきたいと思います。ではローキックをもらわないために相手が蹴りを出す前にしておかなければいけないこと、一つ目のポジション取りを紹介していきたいと思います。基本的に、考えていただければすぐ分かると思うんですが、どんな攻撃にも適した間合いとか、適した位置っていうのが、もちろんあって、今回ちょっと全部の技に関して説明しているとキリがないので、ちょっと簡単に説明していきたいと思いますが、ちょっとよろしいですかね。お願いします。じゃあちょっと構えていただいて、
これフルコンタクト空手で言って、構えで、ローキック僕が背側で蹴りたい場合はこう構えた場合、間合いとしてはこのぐらいの間合いで蹴ったしたらここで蹴りを出していくのは基本的な間合いになってきます。で、すねの間合いであれば、蹴るとしたらこのぐらいの距離から蹴っていくっていうのが基本になるので、基本的には、ローキックの間合いっていうのは遠かったら、もちろんステップインとかもあるんで、それを言ったらキリがないんですが、基本的に普通に軸足ここに置いて蹴る場合、背側のローキックだったらこの間合い、すねのローだったらこの間合いって形で、こういった適した距離っていうのが決まってきます。で、逆に、適した距離があるっていうことはどういうことかっていうと、じゃあその間合い、その位置関係を避けてしまえばその蹴りは成立しないっていうことができるので、これを、基本的に意識的にやっていくってことを大切にします。で、特に、最初こういうのを普段意識してないっていう方にやってほしいのは、まず自分の背側が蹴れる間合い、大体この、当然こう大きく一歩踏み込めばバレてしまうんで、この場からいきなり蹴れる間合いって、自分どのぐらいだろう、軸足をどこに踏み込んだらこれが蹴れるんだろうっていうのをまず意図的に、たくさん、パターンで練習していきます。例えばここだったらすぐ蹴れるな、ここだったら一歩踏み込んで蹴れるな、自分がスネローを蹴るんだったらこの位置だなとかで、これ逆にちょっとこっち来すぎるとちょっと蹴りづらくなるなとかっていうのをまずたくさん練習して、各パターンを自分で、すり込んで、ここだったらこうだっていうのがパッと分かるように繰り返しやっておくことが大切になってきます。あります。こういう形で、自分が、どの位置関係、どの、間合いで立つと自分の蹴りが蹴れるのかっていうのを、全ての蹴りで、大体自分でパッと分かるっていうレベルになってくると、これ何が今度見えてくるかっていうと、自分がここで蹴れるってことを相手も蹴れる間合いが分かってくるので、相手に対して自分がどのポジションに立つとその蹴りが蹴りにくいのかとか、自分が、どこに、動くと、相手が蹴れなくなるのかっていうのを大体ぼんやりとでも分かってくるようになるので、まずはそこが分かるために自分の、蹴りが適したポジションをいくつも試してパッと判断できるってことをやっておきます。で、逆に、そういうことが分かるようになると、相手がどこに行けば蹴りにくくなるかっていうのが、判断できるようになるので、それを、組手中に再現していくってことが大切になってくるので、ちょっと今からその簡単なパターンいくつかご紹介したいと思います。じゃあちょっとお願いします。めちゃくちゃ単純なので言えば、例えばローキック普通に背側だったらここが間合いになるんで、極端な話、この状態でじゃあ、足一つ分後ろに下がってもらっていいですか、パッと。これになったら当然ですけど、これでもうローキックの間合いじゃなくなるんで、こっち蹴ろうと思ったら終わって踏み込まなきゃいけないっていうところまで一回いけますし、この状態、例えばここで蹴ろうと思った時に、じゃあちょっと中心になってもらっていいですか。ここ蹴ろうと思った時、この位置関係は蹴れるんですが、これじゃあ、この線よりこっち行ってもらっていいですか。こっちですね。この位置関係いったらこれ、ここ蹴れないんで向きを変えないと蹴れなくなるという形で、ありがとうございます。蹴りがいけない場所っていうのは当然決まってきます。そうすると何が、これ大切かっていうと、例えばじゃあ僕が、こっちの方を蹴ってもらっていいですか。ここ蹴られたくないんであれば、打ち合った時にここで居ついちゃえば当然ここ蹴られてしまうので、打ち終わった時に自分がどこに行けば蹴られないかっていうのを分かっておくことで、攻撃したじゃあこっち1個ずれるとか、攻撃しました1個下がるっていう形で、まず蹴られないポジションに行くってことを、積極的にやっていきます。で、当然なんですが、これ奥足のローも一緒で、ちょっと蹴ってもらっていいですか。そうですね、こちら側蹴ってもらってください。この間合いで、蹴られたくないんであれば、相手からしたら、こちらの蹴られたくない場合は自分らがこちらに行けば当然蹴れないので、相手が左の蹴りが得意な選手、もしくは入って左が蹴るって分かっていればパンパン攻撃したらこっちにずれるってことをすると、左の蹴りを蹴られないっていうことが可能になっていきます。すいません。ではちょっと一回実際に、僕が試合で、そのポジション取りをしているシーンも、出させていただくので、ちょっとそちら参考にしてみてください。いかがだったですか。昔の僕もそうですが、大体このローを蹴られる人は実は自分が攻撃をしている時に
今相手がローを蹴りやすいポジションで自分が攻撃しているから、間合いや位置関係を変化させないとこの後ローを蹴られるっていう思考が抜けていて、相手の、なんですか、相手が蹴れるポジションにもかかわらずそれを変化させずに組み手してしまっている人が結構多いんです。なんで、特に多いのが、自分が攻撃しました。でその場にパッて戻って攻撃を受けるっていうパターンが結構多くですね、大体ローを効かされてしまうっていう人はそういうパターンが多いので、ちょっとこれいわゆるいつくっていう状態なんですが、これってもう今から蹴ってくださいって言ってる状態なので、ちょっと先ほどもしかと話そうとしてたんですが、ちょっと今から少しこれもお見せしたいと思います。ちょっとじゃあ、最も多いパターンが、なんですかね、本当初級者とか中級者で一番多いのが、こうバンバンバン攻撃したくっていう、なんか自分の攻撃終わりましたでその場でこう戻っちゃう人がいるんですけど、当然なんですがこれ攻撃し終わったら相手が攻撃できるところに立っているので、特に相手が自分よりも大きいにもかかわらずパンパン攻撃して自分の攻撃が届かない間合いに来たらもう安心して止まっちゃうっていうパターンに関しては、もうこれローを蹴ってくださいと言わんばかりの状態で、こういう人って結構バンバンバンバチンって蹴られる、バンバンってそもそもこの避けれない状態で立ってるにもかかわらずここにいてバンって蹴られるって形で、結局、重心が乗ってしまっている状態であれば、カットができないのでひたすら蹴られてしまうので、攻撃したら先ほどみたいにこの位置に居つかないように攻撃したらずれるとか、攻撃したら回るとかっていう形で、相手が攻撃できない位置に、基本的に自分が攻撃を終わった瞬間には相手が蹴れない位置にずれるっていう、これをポジション取りっていうんですけども、これをまず徹底するようにしてみてください。当然、攻撃終わった瞬間に相手が蹴れないところに行っていれば、その瞬間は相手は蹴れないから蹴りたかったら、そちらポジション側にずらすっていう行為が入るんで、当然ずらしている最中は蹴りが出せなかったりするので、その間に自分が次の動作に入るっていうことができます。なのでこの、自分の攻撃終わりにポジションをずらす、ポジションを外すっていうことができるようになると、相手からローキックを、そもそも蹴られないっていうことが可能になってくるので、そうですね、相手が蹴ってから対処するのではなく、自分の攻撃が終わったりした場合に必ず相手が蹴れないところに自分からポジションを移動させる、蹴ってからじゃなく蹴られる前にそのポジションを取っておくっていうのが大切になってくるので、ちょっとこちら参考にしてみてください。ではですね、ちょっと、今から、昔僕が色帯の頃に、逆にこのボコボコローキックを蹴られていた頃の、動画も、一回ご覧ください。その後にちょっと、その後自分が変えてローキックをもらわなくなった、ポジション取りをしている時の動画を、見ていただいて、ちょっと比較としてですね、ちょっと見ていただければなと思いますので、ちょっとこちら過去の動画をご覧ください。今見るとそれは蹴られるでしょって分かりますが、当時はいっぱいいっぱいでこのなんで蹴られてるのか分からずに自分の攻撃に必死になってたんですよね。ではですね、今からちょっとこの構え直す前に相手から正面からずれたり前を外したり詰めたり、やり方はいろいろありますが、改めてもう一度、実際にトップレベルの選手を相手に、使っていたローを蹴らせないためのポジショニングについて、特に分かりやすいものをピックアップしたので、攻撃後にどういうふうに、ポジションを取りに行ってるかとか、参考にしながら、一度見てみてください。ではどうぞ。後ろ聞いてるから内から外。あ、嫌がってる嫌がってる。内から外。ローマリカ。
いかがだったでしょうか。まずこれが一つ目のコツ、ローをもらわないために相手がローを蹴れない状態を作り出すための、ポジション取りになります。次回は二つ目となる相手の重心コントロールをお届けします。僕が現役の頃に最も多用していた相手がローキックを蹴れなくなる、簡単な重心コントロール法についてお伝えしますので、次回投稿を見逃したくない方は登録後に出てくる、ベルマークをタップして全てを選択していただくと、更新を見逃さずにご覧いただくことが可能になりますので、よかったらぜひベルマーク全てをタップしておいてください。今日も最後まで YouTube を見ていただきありがとうございます。これからも 100% 強くなるために役立つ動画を毎週金曜18時に投稿していきますので、動画の内容が良かったらいいねボタンとチャンネル登録して空手加工の YouTube 道場で一緒に強くなりましょう。おっす。特にフルコンタクト空手の競技者の方なら喉から手が出る、ほど欲しい絶対に受けられない左の下突きを今回ちょっとお届けしたいと思います。じゃあ普通に打つんで腕をはいそれはまずだけだけですそうで、ちょっと変えます。逆に大丈夫です。打ちます。そんな感じですね。